今回は夏の旅行にぴったりの洋服のパッキング方法5、4、3、2、1メソッドをご紹介します。夏休みはいつもより長い日数旅行に行く人も多いと思います。その時にどんな服を持っていけばよいのとか、あと何着持っていけばいいのと悩む人に紹介したいのがこちらのメソッドです。実際に私がどんな服を選ぶかとか、あとは旅行中の選択についても少しお話ししたいと思います。ぜひ最後までご覧ください。まず、このメソッドの紹介ですが、5、4、3、2、1メソッドとは、トップスやボトムスなどのカテゴリーをそれぞれ5着、4着、3着と数を決めて持って行って、旅先でコーディネートを楽しむというパッキング方法です。以前別の動画で 3×3、3x3 メソッドというパッキング方法も紹介しましたが、暑い季節の旅行はこちらの5、4、3、2、1メソッドがさらにマッチすると思います。今回この動画を作るためにいろいろ調べてみたのですが、実はどのカテゴリーを何着ずつ持っていくかというのは旅行に行く季節とか行き先で結構違いました。そして今回夏の旅行で私がおすすめなのがこちらの組み合わせです。まずトップスを5着、次にボトムスを4着、そして靴を3足、羽織物を2着、そして予備として何か好きなものを1着持っていきます。この数の組み合わせをおすすめする理由として、まず夏の旅行は暑い場所に行くことが多くって汗もかくので、もちろん毎日新しい服を着たいですよね。そしてさらには昼間に1回観光から帰ってきて汗をかいたので、夜また出かける時に服を着替えたいなんてことがあるので、トップスは一番多めに持っていきたいところです。そしてボトムスも同じように毎日洗いたてのフレッシュなものを履きたいんですけど、ただトップスに比べると若干着替える頻度が低めかなと思っています。そして靴ですが、夏の旅行はスニーカーだけじゃなくてサンダルも履いて涼しく過ごしたいですよね。また行き先によってビーチとか、あと豪華なディナーとかオケージョンに合わせた靴も持っていきたいところで3足になります。そして羽織物もホテルとかデパートのような室内は冷房が強いことがあるので少し持っていきます。そして最後に追加で何か持っていきたいものを好きなように持てばさらに安心できます。ちなみに下着とか水着とか、あと他の小物はこのメソッドには含まれません。次にそれぞれのカテゴリーで実際に私がこの夏の旅行でどんな服を持っていきたいかをお話しします。その前に洋服を選ぶときに気をつけたいのが色のトーンをあらかじめ決めておくということです。気に入っているカラーといってカラフルな服ばっかり持っていくと服のコーディネートが難しくなってしまいます。私は普段から地味なファッションで過ごしていることもあって、旅行にも基本は白、黒、紺色などのニュートラルな色の服をベースに持っていって、色はなるべく小物で加えるようにしています。まずトップスですが、タンクトップを2着、T シャツを2着、そして少しおしゃれ感のあるトップスを1着持っていきます。タンクトップは普段ユニクロのブラトップを着ていて、暑い夏も楽ちんで、あとデコルテの開き具合もちょうどいい感じなので、旅行先にも持っていきます。海外だったらこのトップス1枚で外も歩いてしまいます。T シャツは白の無地のものを1着と、あとカジュアルな柄入りとか色入りのものを1着持ちます。普段は白の T シャツを着ることが一番多いんですけど、食事の時によくスープとか跳ねさせるので、汚れが目立ちにくい T シャツも1つ持っていきます。そして少しドレスアップしたトップスも持ちます。ブラウスとか、あとノースリーブのニットとかを一つ持っておくと、おしゃれして出かけたいディナーでも安心です。次にボトムスです。ボトムスは短パン2着、長ズボン2着持っていきます。短パンは夏涼しく過ごすには必須ですよね。そして特に暑い旅行先だとカジュアルな服装で楽に過ごしたいです。長いズボンは飛行機での移動の時や肌を隠したい宗教施設など行くときに履くので、こちらも薄手のものを用意します。ボトムスで一つおすすめなのが、水陸両用の短パンです。ヨガとかサーフィン用としてスポーツブランドから売られています。水陸両用パンツを持っていると、
普段の観光でも、あとプールとか海でも履けて、洗った後もすぐに乾くので重宝します。そして靴です。まずスニーカーは旅行先の観光とかでほぼ必ず履くと思います。そして夏はサンダルも履きたいので、歩きやすいサンダルを一足。私はビルケンシュトックのラバーサンダルが軽くて歩きやすいので必ず持っていきます。そしてこの2足とは別にディナーとかでもう少しドレスアップしたい時用に少しおしゃれなフラットシューズとかサンダルをもう1足持っていきます。そして羽織物です。1着は移動時の防寒用として持ち歩いて、予備にもう1つスーツケースに入れていきます。暑い場所でもホテルの中とかデパートとか屋内の冷房がガンガン効いて寒いということが結構あります。そうなると夏でも結局観光するときにバッグの中に上着を入れて持ち歩くなんてこともあるので、羽織物はなるべく薄手でバッグに詰め込んでもシワになりにくいものを選ぶようにしています。そして最後に予備の1着。ここは何でもいいんですけど、私は今回は薄手のワンピースを持っていこうかなと考えています。そしてこのメソッドではカウントされていない下着やアクセサリー類ですが、下着とか靴下は1週間くらい長めの滞在だったら、滞在日数の半分ぐらい持って行って洗濯するようにします。ホテルで洗うなら、お風呂の時とかについでに手洗いして、小さいピンチハンガーを持って行って部屋で干します。あとはパジャマも1、2セット薄手のものを持っていきます。次にアクセサリー類です。アクセサリーがあるとファッションの幅も広がって便利ですが、持っていく数が多すぎると結局使わなかったということにもなるので、普段使っているものの中から吟味していくつか持っていきます。まずストールを一つ持っていきます。薄手で大きめなものだと羽織物代わりにもなります。そしてネックレスやイヤリングなどのアクセサリーをなくしても泣かない程度の価格帯でお気に入りのものを厳選して持っていきます。旅行先でアクセサリーをなくして探すことになると、せっかくの旅行の時間を無駄にしてしまうので、あんまり高価なものは持っていきません。そして帽子やキャップを一つ持ちます。帽子があると、朝の身支度をする前でも朝ごはんやコーヒーを買うためにそのまま外に出られるので便利です。そしてサングラス。サングラスも夏の旅行には必須です。最近は日本も日差しが強くってサングラスなしでは外を歩けないです。そして今選んだ洋服を組み合わせるとこんな感じになります。最後に皆さん結構悩みがちな旅行中の選択についてどこまで参考になるかわからないですが、私の場合のルーティンをお話しします。まず、だいたい1週間ぐらいの旅行だったら途中で1回は洗濯します。だいたいホテルの近くのコインランドリーを探して、あとはもしレンタカーとかしていたら少し遠い場所に行ってでも洗濯をします。時間が惜しいようにも感じるんですけど、コインランドリーってまた地元の人も使っていたりするので、そこで旅行先の地元の空気を感じながらのんびり過ごすのも結構楽しいです。あとはタイとかの東南アジアに行くと、今度は洗濯をしてくれるランドリーサービスのお店があるので、そこに全部お任せしてしまいます。遊びに行っている間に洗濯、乾燥、あと畳むところまでしてくれて、ホテルのランドリーサービスと比べてもかなりリーズナブルなので、2、3日に1回くらいお願いしてしまいます。ただ、大きなホテルの近くだと観光客向けに高めの値段設定がされていて、また逆に激安のお店だと別の人の洗濯物とごちゃ混ぜになって帰ってくることもあるようなので、口コミはある程度チェックするようにしています。そしてコインランドリーも洗濯屋さんも近くにない場合は最終手段で手洗いで洗濯します。小さい下着とかではなくて、普通の洋服を手洗いで洗濯するときは、だいたいバスタブがあればそこでマジックソープとか、あとは持ってきた洗濯用の洗剤を使ってなんとなく洗って、そしてお風呂で使った後のバスタオルを使って水気を絞って、あとはハンガーで寝室のどこかに吊り下げて乾かしています。ある程度旅行中に洗濯をしておくと、
旅行から家に帰った後の片付けとか洗濯も楽になるので、結構毎回旅行に行ったら洗濯のチャンスを伺っています。以上になります。いかがでしたでしょうか？旅行に持っていく服って私もよく心配になってついつい多めに持って行ってしまいがちなんですが、多く持って行っても実際はお気に入りの服しか着なかったということも多いし、旅行の荷物の中でも洋服を減らすことが荷物の軽量化に一番効果があるなと思っていて、特に私は帰る前にするパッキングがお土産とかいっぱいある時に洋服が少ないとすごく楽になるなと感じます。今年の夏旅行に行かれる方、ぜひ参考にしてみてください。このチャンネルでは年に数度の旅行を糧に日々生き延びる私が旅にまつわる情報やパッキングのコツ、あとは旅行の Vlog など発信しています。私と同じように頻繁には旅行へは行けないけど、常に次の旅行を考えながら日常を過ごしたいという方は、ぜひチャンネル登録をよろしくお願いします。今日もご視聴ありがとうございました。またねー。